早い。一部品一工程になりました。動き始めました。もう終わったんですか？今引き出した。動いた。佐吉がお母さんを楽にしたいということで、これも当時はもうベンチャーだったんですよね。トヨタイムズの富川裕太です。今回はですね、トヨタの工場、ものづくりの現場を取材してきました。トヨタのものづくりがどのように受け継がれてきたのか、どのような形で進化していくのか、車の未来を変えていくための挑戦です。まずは元町工場です。やっぱり広いし、昔からある工場ですからね、雰囲気がいいですよね。クラウンのふるさととして知られる元町工場。国内初の乗用車専用の工場として1959年から創業する歴史あるものづくりの現場です。よろしくお願いします。富川です。ここでは何が見られるんですか？次世代ベブのものづくりの展示になってます。次世代ベブ。はい。今回次世代ベブで取り入れようとしているモジュール構造っていうのがございまして、それを実証で試作したものになります。作業の効率を上げるために生まれた新モジュール構造。アンダーボディを3つに分割して組み立てます。今までだったら車の部品を組み付けるとき、やっぱり外からこうやって手を伸ばしたりとか車の中に入って作業するっていうのも多分見られたことあると思うんですけど、やっぱりモジュールでやるとこういうふうに目の前でこういろいろ作業ができて、やっぱり作業性は良くなったねって現場の方もよく言っていただけるんですけど、今までつながっていたところが分かれてますので、はい、ここをどうやってつなげようかと設計の方と一緒になって検討してるっていう状況です。作り方自体がガラッと変わってるっていう。そうですね。さあ続いて見たかったんです、私。自走ラインっていうやつですね。こちらが自走組み立てラインでございます。はい、今次世代ベブの実証ラインということで、今現在開発している最中のラインでございます。動き始めました。車を今2台同時に起動しました。コンベアのタクトタイム60秒と同じ速度で今動いております。従来のラインはですね、コンベアを地面の穴を掘って埋めておりましたので、どうしてもラインの長さを変えたりするときはお金や時間がかかるものでしたけども、モーターとタイヤがついておりますので、はい、この状態で走ることができます。続きましてロボットによるシートの自動搭載ご覧いただきたいと思います。シートはロボットでですか？動きましたよ。最初にカメラでロボット見てる感じがしますね。見てます。はい。車の止まった場所が問題ないかを確認しております。ああ、なるほど。そして今度はシートを見て、はい、位置を確認して一脚持ちます。おお、器用に持ちますね。そうです。ここから難しいですよ。角度変えなきゃいけないですからね。そうですね。あ、ゆっくり変えながら運ぶ。はい。これすごいシンプルな軌道でして、従来はもっと回しながらドアの開口部から入れなければならなかったので、非常にシンプルな軌道でロボットにとっても楽な姿勢で搭載してます。右側はロボットがシートを乗せる、左側は作業者の人が作業をするといったこともできますので、工程2分の1にこういったことでも貢献してまいりたいと思っております。フォークリフトも動作のチェックも自動で行います。新モジュール構造との相乗効果で工程と工場投資を2分の1に減らすことを目指します。すいません、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。このラインですね、9車種の車を作っておりまして、はい、1本のラインでさまざまなパワーユニットですとか、さまざまなボディシルエットを混流で生産しております。全然違う形、大きさの車を同じラインでやってる。同じラインでやっております。さまざまな形の車が一つのラインで作られていました。混流生産を支える改善の事業ですね、はい、紹介させていただきたいと。ここでバトンタッチいたします。現場のメンバーは自分の仕事を楽にしたいなと思ってますし、はい、班長やチームリーダー、組長もメンバーの作業を楽にしてあげたいな、そういう思いで日々取り組んでますし、はい、改善がその都度生まれるんですね。はい、これワゴン台車という道具です。はい、これ棚に組み付ける部品がたくさん入ってますが、いくつかこう棚から取り出して、はい、この台車に置いて実際に組み付ける車両の横でご覧のように作業するわけです。はい、
何度も何度もこう棚とこの車両部品に行ったり来たりするっていうのは歩行の無駄があるじゃないですか、はい、一度に買い物をして1台分をこの台車に置く。今必要なものが必要な分だけあそこにあるんですね。今おお引き出した。動いた。動きましたよね。ホームやフォークがスライドして本当必要最小限の移動しかしてないですね。そうですね。あ今ちゃんと、はい、これからあれがこうなって椅子が戻りしまう。一見で移動するバウン台車でここでは次はセダンだから椅子必要ない階段は使わない。さらに異常があったら、はい、そのまま次の工程に車をお渡しするわけにはいかない。異常があったらラインを止めるアンドンの紐を引くという言葉がございましたが、今はこういうスイッチに変わりました。で誰しも全員が班長を呼ぶもしくはラインを止めることができますし、ちょっとデモンストレーションどうぞ。強くはい、音楽が鳴りました。頭上にモニターボードがここは QL というスイッチになるんですね。はい、何かありましたか。班長がいらっしゃいました。すいません、いたずらじゃないですよ。このラインが止まってしまうのを最小限に抑えるんですね、時間を。はい、さあ今度は外に来まして、車がいっぱい並んでます。こちらですね、元町工場の完成車ヤードになります。はい、工場で完成した車はですね、一旦こちらのヤードに来まして、で行き先ごとに並べます。こちらでご紹介させていただきますのがあちらで今車を運んできてます。我々 VLR と呼んでます車両搬送ロボットになります。車両搬送ロボット、はい、車を運搬する作業はこれまでトラックドライバーさんであったり、はい、あるいはヤードの運搬員さんが人で運んでました、はい、いわゆる物流の2024年問題と呼ばれてますけども、はい、ドライバーさんが不足これからしていくということで、少しでもドライバーさんの仕事の負荷を下げて人ではなくて、はい、ロボットにやらそうよということで一人で動いてきましたよ。はい、しかも結構速い。このロボットGPS で自分の位置をちゃんと認識してですね、はい、で目的の車のところまで走っていきます。事前にですね、今から BG4X を運ぶという情報をもらって、はい、そのホイールベースに合わせてストロークしていく車の下に潜り込んでタイヤを持って運ぶ。そうすることでお客様の車を傷つけない。タイヤに当たりました。そして反対側からも出てきてタイヤをつかむような形になってホールドしました。運び始めましたよ。ぐるーっとスピーディーに運ばれていきますよ。さあちゃんとロボットくんはこの車の後ろに綺麗に止めることができるんでしょうか。これぶつかったらダメですからね。はい、おっしゃる通りです。目標は車の30センチ。30センチ。危ない危ない危ない。来た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 。おお。でもこれぐらいの距離って運転してるとかなりもう近くなおっしゃる通りで、はい、距離ですよね。はい、もちろん人のスキルもすごいんですけども、はい、このロボットもかなり精度高く。これまではですね、ドライバーさんがこのヤード全体を歩いてですね、はい、1台ずつ車を取りに行ってました。運ぶのは乗ってるからいいけど、はい、その車に行かなきゃいけないから。はい。日当たり大体平均8キロぐらいですね。毎日毎日。ですのでとにかくドライバーさんの仕事の負荷を減らすということと、少しでもですねいい環境で働いていただきたいということでこの取り組みを進めてまいりました。なるほど。続いてやってきたのは明知工場です。匠の技が満載のものづくりをご紹介していただきます。谷上さん、よろしくお願いします。こんにちは。ようこそ。めちゃくちゃ暑い建屋で申し訳ないですね。いえいえ、工場っぽくていいですね。ここの建屋でトヨタのモータースポーツの5つの分野のエンジン主要部品を鋳造製品として作ってるんです。こちらはトヨタ自動車の歴代技能オリンピックのメダリストの写真になりまして。ちょっと待ってください、先輩。はい。あれ何歳の時ですか？あれは20歳の時ですね。20歳の時に全国大会金メダル取ってるんですか？もう一人ちょっといますんで連れてきますね。はい。富田さんね、隣に隣の中井中井さんという
まだいる。あ、まだいる。まだ出てきましたよ。ゴールドメダリストの宝庫じゃないですか。すごい。みんな五輪経験者。そうです。すごい。言い方だよな。ここは何かな。あれ。ああ、どうも。お久しぶりです。テクニカルワークショップで。ありがとうございました。ここはですね、ギガキャストのものづくりの開発の現場になります。おお。これテクニカルワークショップでさせていただいたものなんですけど、左がプレスのコード従来のやつです。はい。86部品を33工程に溶接を切りますと。で我々鋳造をやっているんですけれども、このキャストの構造で一部品で一つの工程でこれを作ると。匠の技がここに詰まってる。はい、随所に入ってますんで、最初ちょっと解析技術のところのすごい名前が書いてありますね。はい、こちらですね、まさに去年取り組み始めたんですけれども、本当の一発目のショットになっておりまして、こちらからですね、溶けたアルミをですね、射出という機構を用いましてぐっと押し込みながら、この製品をかたどった金型の中に、アルミを入れてまいります。ちょっと見ていただくと分かるんですけれども、こういったですね、一発目、湯が充填しないような部位もございまして、もちろんこれでは製品にはなりませんので、ここからですね、我々、試行錯誤しながらレベルアップをしてまいりました。もう見ただけで1回目と2回目だとかなり質が良くなってますね。ありがとうございます。匠の方々が実際作ったものを見て、やっぱりこの辺をちょっともっとこう変えたらいいんじゃないかっていう暗黙知というかですね、関節の部分をしっかり聞いてですね、それを数式に変えると、それをずっと繰り返してですね、リアルな状態デジタルにしてまたリアルに戻してというのをずっと20年ぐらい繰り返してる結果ですね。次はですね、こちらギガキャストを実際鋳造している大カットのマシンなんですけど、一番キーポイントなのは金型。この中これ700度の熱い、ここ結構アルミ入ってます。溶けたアルミが入ってます。溶けたアルミを注射器のようにキュッと金型内に押し込む。そうすると大きなギガキャスト1工程でドンとできちゃう。今金型が見えないので、実際に金型あちらに準備してますので、本当ですか？ちょっとご説明しましょう。このメンバーでやってるってことですか？金型の構造を検討したり、それを実際にモデルとして起こしたり、そういうことをやってます。あと制作してくれてる部署も内政でありまして、連合を作って一緒に取り組んでます。設計して実際に制作する。金型は正面からはお見せできないということで、代わりに模型を使って説明してもらいました。こういう状態で、これ外れる。いいですか？お、これがこう置いてあるってことですね。そうです。こう置いてある。普通はこうじゃないんですね。一つになってまして、この大きな金型を交換します。非常に時間もかかりますし、交換する作業者の人の負担も非常にかかります。我々はこうやって分割集めることで、ここだけ作ればいいし、金型車種を変えたりするここだけ変えればいいです。非常に短い時間で金型を変えれる、生産性を大きく向上できる。いよいよギガキャストの現場を見せてもらいます。ここのメンバーが、ここの実験機で鋳造のオペレートだとか、金型の保全だとか、そういうのをやりながら改善を織り込んでいってくれてるスペシャルチームのメンバー。これを皆さんが作り上げてくれたものを今から実物でお見せしたいと思います。すみません、拝見させていただきます。ここに今溶けたアルミが入って700度の溶けたアルミがここに入ってるんですけど、それを組み出しまして、スタート。はい、それでは金型が動いた。金型を落とします。溶けたアルミ700度のアルミを注射器に注ぎます。おお、火が見えた。これで注射器に入れた。これ今から注射動きますよ。動いた。動きました。注射してます。今注入した。注入します。最後トンといったところが金型にアルミを流し込んだところですね。今入ってるんですね。もう出来上がりました。金型が開きます。早い。もうできてます。出来上がります。離れていきますよ。できてる。あれだ。これでスペース部品86部品が1つの鋳造部品として出来上がってきます。これの後ロボットが取り出します。おお、完全に出来上がっております。
一部品1工程になりました。わーお、すごい。この後86部品33工程ですので、やはり数時間かかっていました。はい、に対しましてこの一体構造にしますと、100秒弱ぐらい今見てただけですもんね。はい、出来上がってきます。どんだけ効率が上がってるんだって話ですね。これは感動しますね。生産性が非常に上がりますよね。はい。定法工場にやってきました。先進技術と匠の技が見られるということなんでしょうかね。私も初めて来ました。ものづくりワークショップ2023、いいですね。デジタル感満載の場所ですね。そうですね。スタートアップスタジオといいまして、こういった取り組みを皆さんに紹介するというところでもございます。今日はですね、デジタルを使った技能伝承。デジタルを使った技能伝承。はい。デジタルを使いながらうまくその技能伝承のリードタイムを短縮する、そういった取り組みを説明したいと思います。ドアがあるんですけど、誰もが見る車のドアですね。はい。この鉄板のこの隙間のところですね、シール剤っていうのを塗っていきます。で、こういった隙間のところに水が入らないようにだったり、錆を防ぐような工程上はなかなかロボットを入れれなくって手作業で塗ってるんですよ。手作業でやってるんですか、これ一台一台。匠の技で成り立ってる工程でございまして、どうやってやるのかとりあえず見せていく。そうですね。よろしくお願いします。おお、これで早っ。ほら、もうこの幅が均一。これずーっとほら、こっちにはみ出ることもなく内側に行くこともなく、すごいですね。見て覚えろみたいな感じなので、やはり。そうなんですか。もしじゃあ自分が覚えるときにこのデジタルがあったらもっと早く覚えれたのかなと思いますね。私も挑戦したんですが、チャレンジ。すごいいっちゃった。しかもこれ見て、めちゃめちゃ汚い。これは無理ですよ、師匠。じゃあ今までどうやって訓練してきたかっていうとですね、こういった溝のところに沿って塗りながら訓練するんですよね。いきます。もうちょっと早く動かしましょうだったりっていう、さっき言った言葉での教え方になるんですよ。頭では理解しつつもなかなかそれを動作に再現できない。でそれをデジタルを使って今回作りましたので、なんとこれはAR のグラスで、これをかぶるとすごいな。出ていただいたら、ちょっと下見ていただくと、青い動きが匠の動きですね。ガン持っていただいて、じゃあ行きます。はい、ありがとうございます。こちら見ていただくと、黄色がですね、今やっていただいた全然違うじゃん。ちょっと横から見てもらったり。もっと立てていいんだ。そうですね。あとレバーを引くタイミングがちょっと遅かったかもしれないですね。ここか。はい、そうです。こんぐらいか。こうやって少しずつ匠に近づいていく。で一致した時に自分も匠になっている。そうですね。小林さんがですね、中身をプログラミングとかして作ってくれてて。小林さん、匠を作り上げた匠、すごいですね。リアルでものづくりをやってたメンバーがこうやってデジタルを使いながらこういった改善をしていく。デジタルを使って日本のものづくり、我々のものづくりっていうのを変えていきたいというふうに思っております。こちらでは何を教えていただけるんでしょうか。デジタルを活用してものづくりの働き方改革をやっていきますよと。世の中のものづくりって見てみると、従来自分たちもこうだったんですけど、例えば部品加工しようとしたら加工できないとか、いろんなものを作ってからのこういうやり直しってあったんですよ。こういった二次元図面なんで形なかなか想像できない。できないですね。仕事を前出しするっていう働き方改革でやり直しっていうところをなくしましょうというところを今やっております。こんなすごそうなものありますかね。ないです。初めて。さあ何が見えるんでしょうか。おお、すごい。わお。手を出していただくと、お、手も見える。本当だ。立体になってますね。で、ちょっと横にずれていただいて、
これちょっと持っていいですか。お、なんかあるよ。なんではい。これを一回上に持ち上げてもらって、これ実際の歯車重たいですよね。でこうやってこれ改善前なんですよ。で改善後はちょっと工夫して手前に一回引き出してもらっていいですか。手前に滑らせます。でこれで上に持ち上げる。お、持ちやすい。だいぶ変わるじゃないですか。でこういった肘が曲がるから軽く感じる。これ。でこれでこういったデジタル検討を実際に設備を使う人がここに来てもらって。本当実際に自分が機械の前にいていじってる感覚でした。現物でいやもうちょっとこの距離を短くしてほしいんだけどって言われても、もう物ができちゃってから設備をこうちょん切るわけにもいかないんで、もうごめんなさいってやってたんですけど、こうやってデジタル検討してその設備を使う人がやっぱり楽になるように、こういった取り組みによってやり直しは10分の1、で制作リードタイムは現場の工程で一気通貫で 3D データを使うっていうこの賞味の部分を下げて2分の1、それによって設備費4分の3を実現した。こういった取り組みを、自分たちだけだと効果も限られるから、トヨタグループだとか協力メーカーさんに広げてって、最大化っていうのも図ってます。トヨタグループだけじゃなくて、日本のものづくりに貢献していきたいな、そういう思いです。以上です。野望がいいですね。ちょっと青臭い話で申し訳ないです。いや、いいですよ。続いてはこちらで、こちらではですね、現場力にデジタルを組み合わせて改善のリードタイムを短縮している事例をご紹介させていただきます。改善自体が進化してるんですか。そうです。こちらの加工設備ではですね、こういった、工場で使う金型、これ鍛造の金型でして、ここに熱い鉄を入れてガシャンとプレスするとこれギアができるんですね。こういった金型の部品を作っています。30年以上前に導入した設備で、こういった材料を投入するのも人が手作業でやる必要があったんです、そんな働き方からなんとか脱却したい、ただ今ある設備は大切に使ってこれをうまく自動化したいというこの小さなロボットで、ここに見えますかね。ありますね。刃物、これをこの設備にですね自動で投入できるようになりました。ただ力があんまりない、手の長さがあんまりこう伸びない。この子は、だけど奥までこの刃物を入れなきゃいけないんですね。どうするんでしょう。この改善のジグ、これを使ってジグとロボットのセットでこの自動化を実現したという事例になります。なるほどね。扉を開けます。ロボットも開けやすいようにロボット用の取っ手がつけてあります。さあこれから刃物を持ち上げて、優しく持ちました。そうですね。でカメラで正しい刃物かどうか確認した上でですね、さあジグに置きます。でジグに置いてここから3つの仕事をやらなきゃいけないんですけど、ハンドルを持ってこのハンドルをぐるっと回すと向き変えて奥に入れてガシャッと受け渡す、もう一瞬でですね。もう終わったんですか。これで終わってます。見れましたか。ちょっと待ってこのデモを見れば、どういうからくりになってるか分かるって言いましたよね。全然分かんないです。現場のメンバーがデジタルを使ってですね、デジタル上でジグを作って、でからくりの詳しい人の知見をですねデジタル上で集約して作ってくれました。この伝承のリードタイムが非常に短くなっています。で実際にこのからくりを作ってくれたのもですね、近江さん、からくり作った方ですか。彼が先生と一緒に、先生と一緒にやってくれてます。もともとですね、彼加工のオペレーターなんですね。この現場で設備を動かす人だったんですね。ただこういった自分の職場を改善したいっていう思いから自分で立候補してですね勉強してくれて、このからくりを先生と一緒に実現してくれています。全然わかんないです、見ても。僕もかなり難しいなと思ってたので、バネとかその力とかその辺のところについては正直先生に頼ったところがかなりでかいです。ノウハウを持った設計者、ノウハウを持った技能系のメンバーたくさんいます。そのメンバーから吸収して作ってくれました。これで効率も良くなったから、作業時間も負担も減る。今まで人がいないと刃物の交換ができなかったんですね。昼間の8時間しか動かなかった設備が夜間も土日もそれでこの機械でいうと最大3倍動かせるようになりました。
ここからはですね、新郷執行役員に案内してもらいます。新郷さん、よろしくお願いします。おはようございます。ようこそ帝宝工場にお越しいただきました。新郷です。帝宝工場って初めて来ましたけれども、はい、ここは、いわゆる車両を作ってる工場じゃなくてですね、もともとは車の型とか、そういうものを作ったりとか、ここスタートアップスタジオって言うんですけども、いろんなアイデアを、ゼロから持ち込んでですね、でみんなでああだこうだ言いながら、試作を開始すると、そんなような場所になってます。こういった感じでみんなが集まりやすいような、ゾーンで、オープンディスカッションをしたりとかですね、まさにアイデアを作り始める、手作りができるような、そんなような場所になってますね。見てください。隠れ家って書いてあります。もうこっちはいわゆるなんか工作室みたいになってて、確かに、まずはやっぱり手作りから始まるんですよね。工具がいっぱいありますよ。もう本当に工具とか接着剤とか、ここでみんなが集まってああだこうだやってるんですね。学校の図工室にあったような、もう本当にそんな感じで、いろんなその新しいものっていうのはいきなりできるわけじゃないんですよね。最初は絵から始まって、じゃあ試しに作ってみようかという原理モデルみたいのを作って、でそこからコンセプトができたら少しずつ自動化していったりとか、で最後シミュレーション回してっていう、長い時間をかけていくのをいかにギュギュギュッと試していくか、誰がやるかってトヨタの中で決まってないものはまずはここに来るというのがここのスタートアップスタジオになってるんです。すごい面白い。なぜこういう場所があるかっていうと、やっぱりトヨタ自動車はもともとはベンチャーなんですよね。最初佐吉がお母さんを楽にしたいということで、こういった食器、これも当時はもうベンチャーだったんですよね。日本の中でこういったものが自動化なんていうのは当時そんなのはもう難しいんじゃないかと。で西洋にどう追いつく、でもそれを自分たちの手で作っていく、ここがトヨタ自動車のスタートです。その後喜一郎になって、喜一郎も当時日本人が車を作るなんていうのはとても考えもしなくて、でそれを資材を投資しながらスタートした、もうまさにベンチャー。そのベンチャーの気持ちは今でもここで培われていてですね、でいろんな新しいものをやっていくのが、こういう姿を変えていく。当時の喜一郎の家とは違うと思いますけども、こんな姿を変えて今になっていると。100年以上経っても変わらないんですね。そうですね。実はここにハイブリッド用のモーターの事例がありまして、でこれが初代プリウスで、これ当時30キロワット、これぐらいの大きさで30キロワットだったのが、今第4世代でもこれぐらいちっちゃくなって、出力も倍近いですので、ちっちゃくなって出力倍で4倍ぐらいの性能になっている。進化してますね。で実はこれ僕が新入社員の時に一番最初に設計したモーターでして、なんと最初の初代プリウスなので、実はこのモーターもこの帝宝スタジオでもう毎日通いながら現場の人と一緒になって、トヨタが初めて駆動用のモーターを作ったんで、ノウハウもないですよね。でもうここでやった、もうそんな思い出が30年前ですけど、それが後輩たちがどんどん世代を進化していって、今こんな感じになってですね、ハイブリッドっていうのをチャレンジした、30年前の経営者の判断、すごいなと思います。自分はその立場で今判断してチャレンジしていかなきゃいけないですけども、そういった環境は本当に揃えてもらった会社で、みんなが楽しくできるっていうのは幸せだなと思います。今回このものづくりワークショップを開いた理由っていうのは何ですか？車の未来を変えていこうというふうに今動き始めています。でも実際未来を作っていく上ではテクノロジーが、技術が必要なんですよね。でその技術を実現するためにはものづくりの力がいるもんですから、そのものづくりの力をどうしようってみんなで悩んでいるところを、皆さんにも見ていただきながらですね、実際トヨタだけでは未来は作れないと思ってます。自動車産業の仲間たち、世界の仲間たちと一緒になりながら、未来を作っていく、そのためにも今のトヨタの現状を知っていただくというのは何かのきっかけになっていただければなという思いもあってやらせていただきました。匠の技術を間近に触れられる場所ですごく驚くことがたくさんあったんですけれども、それをさらにデジタルを交えて進化させていこうっていう、そこにさらに驚きがありました。ありがとうございます。いわゆる革新的な技術とかデジタルがあるとですね、どんどん自動化が進んで革新が進むというふうに思う反面もあるかもしれないですけども、実際には人間の匠の技術があって、それとデジタルや革新技術を融合することによって、とんでもない未来が作れるんじゃないかなというふうに思っています。今回こうやっていろいろ説明をしていただいたんですけれど、皆さん笑顔で楽しくて、一人ずつがどんどん長くなっていくんですよ。本当これを見てくれ。
こんなことを知ってくれっていうのが皆さんから溢れ出ていて、もうみんなだんだんこう興奮してきて、だんだん圧が高くなっちゃってですねまあでもエンジニアってどうしてもその狭いところに行きがちなんですよね。でもこういったいろんな人と会話をすることによって視野が広がって新しいアイデアが出ていくというふうに思ってます。新郷さんはもう開発畑で育っていらっしゃいましたけれども、この生産とのこの融合っていうか、そのあたりっていうのは、おっしゃる通り、私は長らく開発をやってきました。ですので今回CPO、チーフプロダクションオフィサーという生産の、仕事をいただいた時にはですね、正直何かの間違いじゃないのかな人事がボタン押し間違えたんじゃないかなと思いましたけども、でも実はそうじゃないな、この先が見えない将来、こういった時代はまさに昔のベンチャーと一緒で、もう生産と製造とが垣根を持ってやるんじゃない、もう販売や調達や仕入れ先さん、もうみんなが一緒になりながら、もうベンチャーとなって進んでいかなきゃいけない時代です。そういった中で、私が垣根を越えていくっていう意味で違う分野のそのリーダーをやらせていただく、そんな期待もあって任命していただいたんじゃないかなと思っています。会長からはですね、とにかく現場のみんなが生き生きと、もっとみんなが成果を出せるような工場にしてほしいと言われました。この2つの思いをですね抱きながら、現場を回ってみんなと会話をしながら日々やらせてもらってるっていうのは、自分としてもとっても楽しいもんですから、引き続きやっていきたいなと思います。やはりその根本的な部分には豊田家の DNA があって、豊田章男から受け継いだものがあってっていう部分があるんですね。そうですね、いろんなことを教えていただきながらやっています。最後自分たちのものを作って自分たちが満足するじゃなくて、やっぱり最後はお客様、地域で地球が幸せにならないとやっぱり意味がないなと思います。でそれをすることによって自分たちも楽しんで笑顔になれると、こんな幸せな仕事はないなというふうに思ってます。僕もみんなもそう思いながら、ものづくりをある意味楽しませていただいてます。まさに幸せの量産ですね。はい、その通りでございます。幸せの量産、引き続き頑張っていきたいなと思います。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。